めぐっぺです。私めぐっぺは前回受けてから8ヶ月ぶりにトイックを受けてきました。ということで今日は昨日受けたトイックの反省会をしたいと思います。はい。で、今回のテーマはトイックの反省会なんですけれども、今回受けるにあたってトイックのプロの人たちの言う通りに勉強してみたらどのくらい自分のスコアが上がるのかっていうのが一つのテーマで、いろいろ勉強法とか練習法とか試してみたりとかしてたんですけれども、まず、結論から言うと密かに目指してた990点達成はなりませんでした。はい。いや本当にもう試験を受けてる最中から悔しくてしょうがなかったんですけど、どうしても最後時間が足りなくなってしまって不本意ながら塗り絵戦法で終わらせるっていう形になってしまったっていうのが一つあります。では、セクションごとに反省していきたいと思います。まずはパート1は写真問題ですが、ここについては練習の時に細かいところもちゃんと見ておくとか、もう見渡す写真全体を見渡して、もう問題と写真を一致させる文章をとにかく探すということでやっていたので、簡単だなと思ったんですけど、ただその後の問題のこともあるので、ここは集中と思いながらやっていました。で、パート2は、会話問題ですが、これは普段の模試の時は結構頭のところに 5W1H がはっきり言われていることが多かったので、その問題をそういう意識でとにかく 5W1H をしっかり聞き取ろうと思って問題を解いていました。なのでそこについてもそんなに焦らずに解けたような感じはありました。パート3はパート2よりも少し長めの会話問題で、やっとここの書面に問題が書いてあるところなんですけども、正直内容的に複雑になってきた感が急にあってちょっと焦ってました。ただもうどんなに難しくても分からなくてもとにかく食らいついていこうと思ってたので、ここは必死でついていきました。パート4ですが、もうパート4もパート3同様必死でついていったとしか言いようがなかったです。もうとにかく問題の最後までしっかり間違ってるかもしれないけど答えをきちんと選んでいくっていうところで、できる限り力を尽くしました。パート5は今回結構力を入れて練習したところだったんですけども、比較的以前よりは分かるようになったんじゃないかなというふうに自分では思ってるんですけど、ただマークシートを私は埋めるのがどうも遅いらしくて、そこで結構タイムロスをしてしまったような気が今となってはしています。もっと上手にマークができれば時間は短縮できたんじゃないかなというふうな気もあります。パート6は穴埋め問題ですけど、これは練習の時にそこそこ分かりやすいやつ、なんかすごく複雑なやつの両極端の問題をやってたんですけど、本番の問題がどうだったかっていうと、比較的真ん中辺、そんなむちゃくちゃ簡単でもなかったし複雑すぎることもなかったっていう感じがあります。ただもうこの辺りから残り時間との戦いになってたので、腕時計を見ながらあと何問解かなきゃいけないっていうところですごく自分の中で焦りが出てきていました。パート7は皆さんもご存知長文問題ですが、これを始めたのがだいたい50分前ぐらいだったんですよ。で、練習問題を解いた時に一番最初全くやったことがない問題を解いた時に62分ぐらいかかってたんですね。で、そのことを自分でも分かってたので、その10分分がなんとかなるのかどうかっていうのがもうずっと気がかりだったんですけど、結論から言うとそこの時間がやっぱり足らずに、最後の10問ぐらいはもう自分の力では解ききれなかったので、もう塗り絵戦法でもう当てずっぽうでも埋めるしかないっていう結果にはなりました。ただ前回はそれをする時間もなかったっていうことを考えると、気持ち違いはできたのかなとは思うんですけど、個人的には最後までしっかり問題を読んでしっかり回答をしたいと思っていたので、そこがすごく悔やまれるところでした。今回の受験で発覚した私の今後の課題3つはこちら。
全体的にマークシートのマークのスピードアップをする。2つ、リスニングの集中力をもう一度鍛え直す。3つ、リーディングのスピードアップをする。というわけで今日は昨日受験した TOEIC の反省会をしました。いろいろと課題が発見されたりっていうことはあったんですけども、自分なりに自分の英語を今後どうしていきたいとか、あとはTOEIC を受けることの意義とかも考える機会になったので、すごくいい時間を過ごせたかなというふうに自分では思っています。皆さんも機会があったらぜひ時々振り返ってみてください。新しい発見があるかもしれませんよ。めぐっぺでした。またね。